皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、雪がようやく降ってくれましたので、ちょっと撮影に出てきてるんですけれども、本当最近あったかい雨が降ったりとかねして、12月なのかなみたいなワークショップの日程を変更したりとか、そんな感じもねあってトラブルもあったんですけれども、ようやくね昨日まとまった雪が降ってすごいね寒くなってくれたので、ようやくこれで移行できるかなというところなんですけど、今日はそんな雪をね、ちょっとね撮っていきたいなと思います。そんなにたくさん降ってないので足元にあるね、雪なんですけれども、こういった砂利のところの、色彩も綺麗で小石たちのその隙間に雪がねこうちょっとだけ詰まっているというか、そういったところもすごく綺麗なので、あとは葉っぱがちょっと凍りついちゃってるようなところとかもありますので、最初はねちょっとこう足元の風景というかそういうところをちょっと捉えながら、で後で森の中の方もね散策してみたいなと思うんですけれども、ということで今日ね一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。今度はですね、足元の葉っぱになるんですけれども、結構ねこの辺り歩いてると落ち葉がもう雪にこう覆われていく、その本当に過程みたいなところが、そういう小さいシーンなんですけれどもねたくさんあって、あとは笹がちょっと頭を出していたりとかね、これで雪が積もっちゃうともう見えなくなっていくようなものがまだギリギリ見えているので、そういったものもねちょっと撮っていけたらなと思って足元を見ていたんです。これがねめちゃくちゃ面白い、構造をしていてですね、葉っぱって中央に中央脈っていう軸みたいなものが走ってるんですけれども、それがね葉っぱから突き抜けてこんな感じで黒いその軸の部分だけがね飛び出ているっていうね、そんなちょっと面白いシーンを見つけたので、これをねちょっと撮ってみたいなと思います。全体的にもう背景とか真っ白なので、本当にこの部分だけを切り取ってシンプルにねいければなと思うんですけれども、本当にねよく見ると不思議ですね。ちょっとこういったものもね、歩きながら撮っていきたいなと思います。割とこう普段は大きい木とかを撮ったりとかねすることも多いんですけれども、こういった小さい世界もね足元を見ていくと結構面白かったりするので、そういったものを今日はねたくさん撮れたらなと思います。ということでこちらで撮れる写真たちはこんな感じです。ユニークな葉っぱの姿は様々なものを連想させてくれます。これは元気みなぎるナメクジが張っているようで、腕を上げているようにも見え、また顔にも見える面白い姿です。少し引いてみると、このナメクジマンの冒険が始まります。実がついたこちらの葉っぱはサンバの曲に合わせてマラカスを鳴らす姿にも見え、音楽が聞こえてきます。足元を見て歩いていると無限のストーリーが見つかるのでとても面白いです。これも初冬ならではの楽しみかと思います。今度はですねこの辺りブナの木がね結構たくさんあるところになるんですけれども、そこから折れた小さい枝がこんな感じでねたくさんこの辺りに折ってるんですけど、ここだけねすごく気に入ったというか、ちょうど今光もね良くてですね、ちょっと立ち止まって撮ってるんですけれども、小さい小枝がお互いにこう絡み合ってですね、いるところに、またその枝についている葉っぱですかね、ブナのとかもう分離している葉っぱもこうひっそりとこう眠っていくような感じで、本当にこの集合体が見ていてすごくね心地よかったので、撮っております。こんな感じで俯瞰で真上から撮ってるんですけれども、ちょうどね光も柔らかい光が当たって、今ちょっと強いんですけれどもね、優しいソフトな光になるとこの雪のね起伏によってできる、グラデーション、そういうところもすごく綺麗なので、一番いい光のライティングのところで撮っていければなと思います。今これで撮っちゃうとかなりねコントラストが強いので、このぐらいですかね、このぐらいの優しい感じのトーンで撮れれば一番この雰囲気に合ってるのかなと思うので、そういう光も選びながらやっていきたいと思います。多分今日一番好きな、作品かなと思うんですけれども、こういうのもねたまたま発見したりすることがあるのでね、こういう日は貴重だなと思っているんですけれども、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。
あ、うまっ。今度はですね、こちら乗り移りになるんですけれども、アジサイみたいなね感じの、見た目なんですけれどね、これ結構可愛くて好きで普段は木についているやつをね取ったりとかするんですけど、これはねもう落ちてしまって雪に埋もれてるっていうところで、そんな感じなんですけれどもね、また雪面と一緒にね合わせると非常に綺麗なので、ちょっとこれもね取っていきたいと思います。で一個一個ニョキニョキ生えているこの花みたいに見えるのはガクなんですけれども、この装飾花がなんとなくね全体的にそれぞれがこう、真ん中から生えているというか、そのグループ感が非常に見ていてね可愛いなと思ったので、ちょっとこれをね俯瞰でまた上から狙って撮ってます。でまだ日の光がね少しだけソフトな光が入っているので、もうでも30分ぐらいで山の後ろに沈んでしまいますので、あともう1箇所ぐらいかなっていう感じなんですけれども、ちょっとこのノルイツギたちの姿をですねいくつか撮ってみようかなと思います。だいぶ日が傾いてきてね寒くなってきたのでね、これであと1箇所ぐらい撮って終わりたいかなと思います。ということでこちらで撮れる写真たちはこんな感じです。最後はですねこちらの大きいミズナラの木をね撮影して終わりたいかなと思います。さっきまではねずっと足元の小さいね植物とかを撮っていたりとか、全く真逆の大きな被写体になるんですけどね、今ちょうどこの木の上ですかね、背景に青空とあとは雲がですね、あってですね、ちょうどこの夕暮れ時の光でオレンジっぽくなってきてますので、その色味もね入れながらこの立派な木のね姿を撮ってみたいなと思います。本当にね立派な形をして右へ左へと、大きな幹を伸ばして枝もねすごいですし、そういった力強さがありますので、それを最後にちょっと撮ってね終わりたいと思います。本当にまだ初冬なので雪が完全にこう覆っていないからこそ残っている植物の姿とか、そういったものもあるので、ぜひですねこの時期ならではの撮影だと思うんで、皆さんも足元を見ながら、この時期は撮ってみると非常にね面白いかなと思います。はい、ということでねこれでね、最後の1枚を持って終わりたいんですけれども、また撮影のワークショップもやっておりますのでね、冬のワークショップ来年のものなんですけれど、あと3枠だけベーシックってやつがね残ってるので、あとは全部埋まっちゃったんですけれども、もし興味のある方はぜひね参加してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。Chegou na massa, chegou na praça, chegou na massa, chegou na praça, chegou.